こんにちは。剣道の市木陽元です。私が剣道を始めましたのは中学校の時からです。初めて竹刀を握ってわずか1年も足らずに辞めてしまいました。その後あるきっかけで校長先生と話をする機会がありまして、その時の校長先生が「お前警察官になったらどうや」、警察官になるためにはまず高校に行って剣道を始めと言われたのが大きなきっかけです。それで高校に行って剣道を始めたんですけど、とても弱かったので山の中を走ったり、自分で樫の木を切って木刀を作ったりして一生懸命振って、高校の3年の時には県の大会で個人で準優勝するというところまで行きました。その時の剣道顧問の先生が武道専門学校を出た先生なんですけど、剣道についてこうしなさいああしなさいということはほとんど言わない。僕がキャプテンになった時に「先生ここの技はどういうふうにやったらいいんだ」と言うと「ここはこうする、すり合いがこうやるんだ」とか言って教えてくれるんですけど、聞かないと教えてくれないんです。で「今から試合します先生、審判お願いします」「はい」と言って審判をちゃんとしてくれます。終わった後に「先生それぞれに指導お願いします」と言うとちゃんと話をしてくれます。こちらから求めないと先生からああせこうするということはなかったです。だからキャプテンになった時に優勝するためにはどうしたらいいかと考えてこういうメニューでこういうふうにしていきたいということで考えて先生のところに行くと、先生は「ガッと笑っていいなこれでいこう」。結果昔は玉龍区は大分県から10校しか行けなかったんですけど、その予選会で3位になったですね。で個人的には僕も2位まで成長できたのもその当時にいた部員と先生のおかげだなというのを思います。それで僕が警察官になろうと思ったのは事実なんですけど、先生からいただいた本の中に東は中野康先生、西は小川正樹先生という先生が東西を代表するその当時の立派な先生であるというような書物を読んだので、剣道するんであれば先生を選んでと言ったらおかしいんですけど、この先生だと思う人に教えを変えたいということで悩んで、その当時東京教育大学の中野先生のところには僕の能力的にもまた経済的にもいけないので、父母も警察官というのを望んでいたので、親孝行の意味もあって京都府警を選んで警察官として小川先生のその剣道の指導を受けたらいいなと思って京都府警に行きました。そうですね、昭和46年に高校を卒業して47年から京都府警察剣道特練生というところに配属になりまして、その配属になるのも僕は警察官として入ったので特待生として八代東と鹿児島商工のそれぞれキャプテンが採用されました。ところが特練の中からもう1名出るということになって1名補充をするということで、私にたまたま白羽の矢を当たって特練生になったということであります。特練に入った当時はですね、もう先輩方が強くてもう強くてもう行っても触らない、もう本当にどん底。今笑ってますけどその当時は必死です。その当時僕の大分の先輩がいて、その先輩がこういうことをしたら2年間だけ一生懸命やったらどうやという助言をいただいて、その助言に基づいて朝から晩までもう本当に自分が風邪とかで疲れて倒れる以外はもうすごい練習をしました。朝走るで午前午後の剣道特練としての練習をする、その後稲荷山というところに走り行ったり深草墓地というところに走り行ったりして帰ってきて腕立て腹筋背筋の30回を3セットこなして、それから食事をした後お腹が落ち着いたら8時から道場に入って一人で稽古をしました。今
皆さんに一人稽古とか言って説明してますけど、それはその当時得たことを基本として皆さんに紹介してます。だからこういうふうにすれば強くなるなっていう大元はそこにあったような気もします。その2年間というのはどうも先生方と話することなんかありません。もう防具を片付けてしても先生方はありがとうございましたって「ん?」って言ってにこやかに対応するだけ。ここをああしなさいとかこうしなさいとかいう指導は2年間ほとんどないです。でもだんだん実力がついてきて2年経って3年目に入った時から試合に勝ち出したら、その時の監督である井上先生、私の師匠ですけど「一慶ここはこうやこういうふうにするんや」と言って勝つポイントの在り方とかどういうふうにするのかというのを教えていただいて、ああこうするんやああするんやということでもう一生懸命もう言われたことをやりながらだんだん強くなっていった。だから私は論語の中に「憤せずんば敬せず、久ずんば発せず、一分を挙げて盗みを持って帰らざるばまたせざるなる」という孔子の言っているに喉元まで来ている、顔に出かかっている自己啓発ということですね。だから自分がそこまで高まってないと指導しても分からんということですよ。だから僕が弱いということはそれだけ指導者の先生が言っても分からない、それだけのものがまだ身についてないから。でも自分が一生懸命努力してその地位になってくると先生方から言われることがひらめく、分かる、ああこういうことなんだ、こうすればいいんだということが分かってくる。だからどんどん強くなってくる。それで、その基本的なことをやったことが大きな元となって昭和49年の全国大会の第2試合目から1993年の19年間全試合全出場してきたわけですね。その元はここにあったんではないかなというふうに思います。はい、でそうしてやってきて、その最後の全国大会の試合で2試合目で神奈川県の宮崎正弘先生と試合をしました。その時に一本負けをした時にこれで僕はもう引退しようと思って3試合目からはもう出場しなかったんですけど、そういう思い出ですね。良かったなというふうに今考えても思います。その後僕は警察官として文武両道を目指して僕はやってみたいというふうに思ってですね、経営警護官室というところに来ました。普通であれば剣道特訓というのであれば剣道の道っていうのが普通なんですけど、僕は自分の意思でその道を選んで、そして警察官としてやってきましたが大変でした。とても大変でした。それで、46歳の時に八段を受けられるのでもう一回試合感を戻そうと思って国体に出場しました。準決勝に行って第4位という成績だったんですけど、その時に1回戦負けてあと全部勝利することができたんですけど、あの時のその感覚っていうのが緊張感を取り戻したいい感覚だなというふうに今でも思っています。そしてその後46歳で受けるんですけど、警察官なので警察業務がある。その当時はちょうど事務職の方に行ってたので日常の業務をしながら時間が5時15分までなので5時15分が終わると1時間だけ府庁の前庭で一人稽古した後また残業するという日々で1回目を受けて見事気負いすぎて落ちました。2回目は気負いすぎたのでゆったりと行こうと思ってやったら今度は追い込まれた時に相手が小手面来た時に自分の得意技のすり上げ面ができなかった。ショックでしたね。それで気負いすぎやる気満々でもそれをどういうふうに抑えていくのがいいのか、どういうところに具体的にやったらいいのかっていうのでとても悩みました。八段を受けるにあたっては井上先生からいろんな指導を受けて精進していって、その東京で2回目落ちた時に帰る時に新幹線で有名な先生が息子さんと一緒にビールを飲んでて
トイレに行った帰りにその先生に八段としての合格の要素は何ですかねと言ったら、攻めるということやと。攻めるということはどういうことなんだということを具体的に聞いたことがとても大きかったです。その具体的なことは私の講習会に来た時に皆さんにぜひ紹介したいので来てください。私は YouTube の中でもその極意を披露していきたいというふうに思っているので、ぜひ楽しみにしていただきたい。そして平成12年の5月の商談審査で3回目で合格することができました。これも特に井上先生、先輩、後輩、みんなのおかげだと今でも思います。警察業務の中で八段に受かることができたということについては、皆さんに参考になることがたくさんお話しすることができるんではないかというふうに思っていますので、基本をしっかり身につけて打つべき機会を捉えて、そして試合審査に臨んで心を作るということを私は皆さんにお伝えしていきたいというふうに思っていますので、ぜひ陽言剣道を見ていただいて、皆さんが素晴らしい剣道ができるように少しでもお役に立てればというふうに思ってますので、今後ともよろしくお願いします。私の話がためになったと思われる方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また質問があればどんどんコメントをしてください。私もできる限り答えていきたい。よろしくお願いします。